相手を聞く気にさせる3分間コミュニケーションということで情報提供させていただければと思います。皆さんはエレベータースピーチという言葉を聞いたことがあるでしょうかね。たまたま朝ね、エレベーターを待っているとですね、社長と2人きりでエレベーターに乗る機会がありました。社長は10階の社長室まで乗りますのでね、残された時間約3分。たまたまあなたは社長にですね、訴えたい提案があったのでこの機会にということでお話をしてみようと思ったんですが、果たしてうまくいくでしょうかということなんですよね。いつこのエレベータースピーチのような機会が来るかっていうのは分かりませんけれども、やっぱり日頃から練習というかですね、いざという時のために訓練はしておく必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。まずビジネスコミュニケーションの鉄則なんですけれども、ビジネスのコミュニケーションというのは相手にイエスをもらってこそ意味があるということなんですね。ただ自分の言いたいことを伝えるだけでは全く意味がなくてね、相手から同意をもらう、ね、それやっていいよっていうイエスをもらってこそ意味があるということなんですよね。で、長くだらだら喋るのは誰でもできるんですけれども、3分で、ね、イエスをもらう練習をしましょうよというのが今回の趣旨です。で、実際の話し方については3ステップあるんですが、その前にですね、一つとっても重要なことがありますね。相手の最大の関心事、すなわちニーズを理解をしましょうということなんですね。これは仕事をやっている上での例えば立場とかね、役割ですとか、そういったものも反映をしてたりするわけですけども、例えば社長さんであれば経営理念の実現であったりとか、営業部長さんであれば売上高の増大、人事部長さんであれば組織力の強化、製造部長さんであれば品質ですとか生産性の向上といったところがですね、当然のことながらご自身の役割を果たすにあたっての最大限の関心事になるということですよねということなんですね。まずはこれをきちんと私たちが理解をしておくというのが最重要ポイントになりますということです。で、これを踏まえて3ステップで話しますね。まず1つ目、自分が OK をもらいたいことと相手のニーズを絡めて話しましょうよということなんですよね。このフックがとても重要ということです。相手を聞く気にさせるということですね。社長は今現在、何々について最重点にお考えですよねと、それについて実現できる方法があります。ご興味ありませんかのようにね、こちらの都合で話をするのではなくて、相手のニーズをうまく取り込んだ形でまず興味を引くというのがまずファーストステップですね。で、2点目、実現可能である根拠を3点で話すと。これはですね、2点でも NG、4点でも NG、3点というのが一番座りがいいですね。例えば経営資源でいうと人物金、これも3つですよね。あるいは製品の導入という点でいうと、例えば製品そのもの、それからあとはそれを入れるにあたってのリソース、そしてアフターフォロー、この3つ。あるいはイニシャルコスト、ランニングコスト、そして費用対効果のようにですね、3点でうまくまとめて相手を納得をさせていくというのが重要なポイントになります。で、3つ目、最後に自信を持ってまとめイエスの確約を得るということですね。これでやってもいいでしょうかということをきちんと最後に確約を得てほしいということなんですよね。で、仮にイエスが取れなかったとしてもね、通常はですね、大体3回ぐらい通ってようやくイエスが取れるわけですけれども、どんどん角度が上がっていきますのでね、この話し方というのはビジネスの中では言ってみればセオリーのようなものになりますので、ぜひ意識をして身につけていただければと思います。以上、相手を聞く気にさせる3分間コミュニケーションということで情報提供をさせていただきました。